安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。今回は千葉県船橋市を調査しました。都心へのアクセス、将来人口、治安、物件相場、医療、育児の6項目で他の市と比較しています。ということで船橋市へ引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで船橋市を紹介していきます。第1に数値で見る他の市と比べた船橋市の良い点、悪い点。第2に数値では分かりにくい船橋市の良い点。第3に数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があればそこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは他の市と比べた船橋市の良い点、悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。船橋市内には JR 総武線、武蔵野線、京葉線、京成本線、東武アーバンパークライン、新京成線、東京メトロ東西線、北総線、東洋高速鉄道と多くの路線が走っています。都心へ出るルートとしては JR 総武線快速が最短で船橋駅から東京駅まで25分ほどで行けます。さて船橋市の人口ですが約65万人となっています。また2045年までの将来人口は現在から約 6% ほど減少する予測となっています。日本全体で人口が減少する中、この 6% という数字は優秀と言えるでしょう。治安に関しては他の市に比べると並といった印象です。というのも令和3年の犯罪認知件数が3505件あり、これは船橋市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと 5.44 件となります。平均が5件程度となりますので、先ほどの通り治安は並といった評価となりました。なお同じ千葉県の周辺の市と比べると市川市は 5.21 件、習志野市は 5.9 件、浦安市は 5.73 件、松戸市は 5.5 件となりますので、大差はないですが、強いて言うならそれらの中では治安は良い方と言えそうです。物件相場は賃貸でワンルームが約 6.4 万円、2LDK だと約11万円、分譲マンションは新築で約4240万円、戸建ては約3250万円ほどなようです。これら金額は他の東京23区外の市と比べると安い印象です。1000人あたりの病院等医療施設の数は 0.51 となっており、こちらは他の市と比べると低い水準となっています。育児関係ですが、2021年は待機児童が12人だったようです。また認可保育施設は165あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設の割合は 87% となり、こちらの数値は平均より高い結果となりました。都心へのアクセスから順に6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと物件相場がお得な印象です。反面1000人あたりの医療施設数、待機児童数から育児の面が見劣りするようです。さてここまでは数値で比較しやすい船橋市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい船橋市の魅力を紹介したいと思います。今回紹介する内容は立地の良さとなります。船橋市は先ほどもお伝えした通り JR 総武線、武蔵野線、京葉線、京成本線、東武アーバンパークライン、新京成線、東京メトロ東西線、北総線、東洋高速鉄道と9つの路線が走っています。お隣の市川市が6つ、その北に位置する松戸市も同じく6つと、それぞれ豊富な鉄道網を有していますが、それらを凌駕する9つの路線が走っている市ということで、そのアクセス力は強力です。その一例として船橋市内からであれば羽田空港へも成田空港へもそれぞれ50分ほどで行けてしまいます。東京やその郊外に住むと位置的に羽田空港の方がアクセスが良くなります。そのため国内外への移動は羽田メインで考えてしまいがちですが、成田空港も使えるとなると国内外の出発便の選択肢が一気に増えます。出発便の時間帯が増えるのはもちろん、
成田発の航空機の方が安くなることもあるので、金銭的にもそのご利益に預かれることでしょう。また羽田空港には乗り入れてない国際線もあります。そのような点からも羽田空港だけでなく成田空港へも出やすい船橋市は立地的な優位性があると言えるのです。そして船橋市のアクセス力は都心への行き来でも効力を発揮します。先ほども総武線を使えば東京駅まで25分で行けると紹介しましたが、都心へ出るルートはそれだけではありません。東西線を使えば西船橋駅から大手町駅まで、こちらも約25分で行けます。また京成本線を使えば京成船橋駅から京成上野駅まで最短約27分で行けます。都心へ往来する路線が複数あるということはとても心強いです。例えば総武線が止まってしまったとしても、東西線や京成本線を使えば迂回して行き来が可能です。特に総武線の西船橋駅は東西線も乗り入れていますし、京成本線の西船橋も500メートルほどと徒歩圏内です。総武線船橋駅も京成船橋駅は目と鼻の先です。この辺りは総武線と京成本線が並走している点もポイントが高いと思います。それでは次に船橋市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。今回は船橋市のハザードマップを紹介します。船橋市はその南側が沿岸部となっています。一部は埋め立て地となっているため、大雨などの際には洪水や土砂災害の危険性があります。船橋市が公開するハザードマップによると、洪水被害はおおよそ 0.5 から3メートルの想定となっています。またハザードマップのオレンジや赤い線のエリアは土砂災害警戒区域や特別警戒区域となります。また高潮のハザードマップがこちらになります。台風などの影響による高潮の際は3メートルから5メートルほど浸水するエリアがあるようです。船橋市内の沿岸部に近いエリアに引っ越しを検討されている人は、これらハザードマップの情報は事前に確認しておいた方が良いでしょう。船橋市について総括します。船橋市は JR 総武線を利用することで東京駅まで25分ほどで着く立地にあります。それ以外にも9つの路線が走っており、千葉県内でも有数のアクセス力を有している市と言えます。またそれでいて物件相場は比較的低めとなっている点、嬉しいポイントではないでしょうか。反面1000人あたりの医療施設数は少なめな印象となっています。そして忘れてはいけない点として、引っ越しを検討される際はハザードマップを事前に確認されることをお勧めします。さて今回船橋市を訪れたり、市内のウェブサイトやその他にもいろいろと調べてみて本動画を作成しました。ですが私自身船橋市には住んだことはありません。ということで、もし船橋市在住の方がいらっしゃいましたら、住んでいる上で感じる魅力や気になる点をコメント欄で教えていただけますと幸いです。これから船橋市に引っ越そうかなと考えている人の参考にもなるはずですので、ぜひコメントをお願いします。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。また励みになりますので、少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた別の街でお会いしましょう。